売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマート8代表の小坂井です。このチャンネルでは売上を上げるための具体的な AI 活用の方法についてお見せしていきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日のテーマは AI エージェントで会社を作ってみた。実際に23体の AI が組織として動く瞬間を全部お見せいたします。クロードコードを今複数動かしている状態です。複数のエージェントが動いております。今の画面たくさん動いてましたけど、これ全部 AI ですか？全部 AI になります。実際弊社の場合で言うと23体の AI エージェントが動ける状態になっているので、依頼に応じて必要なメンバーを自動的に集めるようにしております。今日はその仕組みを全部お伝えいたします。なんで AI で会社とか組織を作ろうと思われたんですか？もともと AI に役割分担をさせると精度が上がるっていうところが研究であって、1体の AI に全部やらせるよりも役割を分けて共同させた方がアウトプットの質が高いっていうところが話としてありました。私の実感値としても、何か案を出させてレビューまで一つの AI にさせるよりも、案を出させてレビューするエージェントがいて全く別の役割としてやった方が質が高まるなというのは思っていたので、 AI エージェント同士をどう共同させるか興味を持ったのがきっかけになっております。そこで出会ったのがマルチエージェントシステムっていう考え方で、中でもスカットっていう概念、タスクごとにチームを動的に編成してアサインするっていう仕組みがすごく面白いと思って作り始めました。スカットっていう言葉も初めて聞いた中で、実際に仕事が回るのか少しまだイメージついてないところで、そこって実際どうですか？最初は私も実験的にやっておりました。今は実務でも使っていて、例えば商談が終わった後に商談の議事録を AI に入れますと、その時に単純に提案書を作ってっていうんじゃなくて、例えばですね、弊社の場合で言うと向こうの予算感に合わせた提案内容ってところの松竹梅ってところを見積もるであったりとか、本質的な課題解決できる提案内容を作るエージェントであったりとか、そこをレビューするエージェントであったりとか、それらを連動させながら最終的に Excel で内容をまとめるっていうところまで仕上がっております。最後のプレゼン資料を作り切るってところは人が一部関わりながらやるんですけども、提案書の素案までは自律的にできるようになってます。過去の提案書とかの流れとか、私が重視したい部分とかも学習させているので、それを遵守するような形で提案書を作れるようになってきています。今日はその仕組みを全解剖でお見せいただけるというふうに聞いておりますが、大丈夫ですか？大丈夫です。今回で言えば提案書を作るとか SEO 記事を作るみたいなところもそうですし、シンプルなタスクベースのやつもありまして、例えば経理系のエージェントを呼び出してフリーっていう会計ソフトと連携して、この案件の金額どうだったっけとか、そういった確認をするエージェントもいれば、請求書とか申込書を決められた形で作るっていうエージェントもいれば、チームを組んでタスクを処理するものと1エージェントが処理するものっていう分けてあるので、そのあたりもお伝えできればなと思っております。〇〇社にこの金額の請求書を作ってってやれば、自動でワードも PDF も作られて、あとはもう送るだけって形です。まずはこの AI 組織の仕組みをご説明いたします。実際に弊社の中で動いているエージェントは全部で23体おります。ビジネス系と開発系っていう形で分けております。ビジネス系16体、開発系7体もいらっしゃるんですね。これそれぞれ全て小坂井さんが作られたんですか？はい。営業とか企画系だけでも顧客インサイトをつかむエージェントもいれば、経営者視点で戦略を考えるエージェント、提案の骨格を作るエージェントもいれば、価格 ROI とかを見積もるエージェント、セールスコーチというようなエージェントもいます。今聞く限り、普通の会社さんよりももっと細かく細分化された業務をそれぞれ AI が担当してるんだなっていう印象を持ちました。弊社の場合で言うと記事を作るエージェントもいれば、リサーチとか UX デザインしたりとか開発をするっていうエージェントも、要件定義するエージェントもいるっていう形です。ここで重要なのが、エージェントっていうのは役割に応じてどんどん増えていくんですけども、スカット性というのがかなり大事になってきております。スカット性って何ですか？提案書を作ってと私が依頼するとですね、セールスプロポーサルという提案受注のスカットが起動されます。まずどんなことが行われるかで言いますと、フレーマーというこういう提案書を作ってって意図をしっかり解釈するエージェントが起動しますと。その内容を受けてですね、エージェントに議論させます。カスタマーインサイトと戦略ですね、提案の戦略をやるエージェントですね。これはどういうことかと言いますと、顧客目線だけではダメで、提供する側の経営視点も重要で、その2つをブレンドさせながら最も良い提案っていうのは何なのかっていうところ、あとは相手のニーズっていうところと戦略的に提案内容が相手に受け入れられるものにしていくのか議論させながら提案の骨子を作るっていうのをやってます。そこからその内容をもとに提案の骨格をプロポーザルストラテジストっていうのが実施して、プライシング ROI っていうところを計算して、最後にリスク&レビュアーっていう形で品質が問題ないのかっていうところをなぜと深掘ったりとかをしていくような形ですね。社
長ポジションみたいなものは今置いてないんですか？最終的にやっぱり私が意思決定するので、レビュアーとか見つつ成果物を見て私がチェックするような形をとってます。違う依頼をしたらまた違うチームが立ち上がっていくんですか？例えばですね、 SEO でもどういう記事を書くべきなのかっていうところを考える必要があるかなと思いますし、記事をリサーチするってところも必要になるかなと思います。そこをまずリサーチャーと SEO ライターが一緒になって並行で動きながらどういう記事にしていくのかっていうところの骨格を考えます。それが固まった後にですね、 SEO ライターっていうのが記事を作っていく形になります。リスク&レビュアーっていうところは同じような最終チェックをしていくような形です。プレゼン資料の作成をお願いできたりするものですか？例えばですね、商談メモを入れながらストック3様っていうところとの商談内容をもとに提案書の骨格を作るっていうところを今指示しています。そうするとですね、スカットルーティングっていうところでどのスカットに案内するかっていうところをクロードコードの方で判定します。今スカットが選ばれた形ですかね？そうですね、保守作成っていうところでセールスプロポーザルスカットっていうのが進められました。 AI 同士が会話しているように見えたりするんですけど、本当に AI 同士で今話し合っている最中ということですか？過去の提案資料とかも参考にして類似するようなものとかをフレーマーというユーザーの意図を汲み取っていくところで、どういう形でユーザーが送った内容っていうところを構造化するのか考えております。提案のブリーフをまず私に確認を取ってから最終的にステップ2に入ってカスタマーインサイトをさらに深掘っていくような流れで今動いてます。一旦コッシュベースで小坂井さんに確認がここで入るんですね。そうですね。そこで大きくずれてたら最初に作ったものが違ったりするので、まずはそういった流れを取ってます。人によってはプレゼン資料までもう作り切ってほしいみたいな、そういうニーズもあるかなと思うんですけど、それも書き方次第では対応ができるんですか？プレゼン資料を作るスカットもいますので投げるってことも可能です。今回はあくまでデモ的なデータを元にしたので承認という形で動かせます。サブエージェントっていうのはコンテキストウィンドウというエージェントが指向できる情報量みたいなのがあってですね、これを分けられることが良いって言われています。例えばですね、リサーチの時いろんな資料を読み込みます。いろんな資料を読み込みましたっていうコンテキストを引きずったまま提案書を作るだといろんな情報を奪われちゃっていてピュアに考えれないです。なので考えた最終的な結果だけリサーチエージェントからメインのエージェントが受け取るので、調べました、読み込みましたみたいなデータはこちらには使われない。そうすることによってコンテキスト全体を効率的に管理できるっていうところがクオリティを上げられる要因と言われる。まずはそういった難しいことを考えずエージェントとかスキルを作っていってクロードコードを使えるってだけでも全然便利なので、今議論フェーズになってエージェント同士が議論をしているという形ですね。全体のエージェントたちをどれくらいの時間かけて作られたんですか？最初作ることはそんなに時間かかってないです。ただエージェントを育てていくのがすごく大事で、スキルもそうなんですけども自分の業務にすごく合ったような形で育てていく。自分のバイアスもかかってはしまうと思うんですけど、そこも含めたエージェントになってくるのでアウトプットが自分に近いものになっていくと、そこは結構時間はかかるかなと思います。初期構築自体は実はあんまりコストかからないけれども、ナーチャリングにどんどん時間かけないといいものは作っていけないってことなんですね。おっしゃる通りです。早く始めた方がどんどんクオリティが上がっていくので効率性が上がっていくというような形で早く始めた方が良いと言われております。ここで一個注意ポイントなのが、この議論させるとすごくコンテキストを食うので、実はコンパクトっていうのをやるとですね、そこまでのコンテキストを圧縮したりもできたりもするので便利かなと思います。クロードはデスクトップが起動されている状態であれば基本的にはもうほっといて別の業務しても差し支えないって感じですね。待つ間に違う業務とかをやっていくといいかなと思います。戦略検討が優秀と言われている経営者も顧客視点と経営視点両方を掛け合わせて本当に良いものができるとはおっしゃってるので、エージェントを分けて議論させるっていうのは理にかなった設計かなと思ってます。今顧客ペイント解決の方向性という話と実現性と概算感っていう形で2つの議論が走っている形です。これはちなみにエージェントチームスっていうクロードの新しい機能を使って議論させております。ここから違う依頼を投げてみます。ストックさん様ですよね。商談前リサーチをしてっていう風に AI の方に頼むとですね、スプレッドシートに最終的に記載してくれます。ただリサーチしてアウトプットを出すっていうジェミニ的なものではなくって、最終的にスプレッドシートまでまとめてもらうというところが良さそうですね。事前にスプレッドシートに商談フォーマットっていうのがあるので、それを複製した上でそこの中に入れ込む形になってます。そうすると毎回決められたフォーマットに決められた内容が入ってくるので、そこを元にクライアントとの内容とかを付き合わせながら商談が可能になってます。今そこのウェブリサーチとかもしております。これはストックさんドメインの URL が打ち込まれてますが、会社リサーチをしている最中ってことですかね。はい、プレスリリースなどもチェックしております。
これはプレスリリースを確認してっていう指示は特に投げてないんですか？投げてないんですが、商談フォーマットの中にプレスリリースの内容を入れているので、解釈して入れる形になっています。DM 訴求文っていうところで、商談の決まる前の DM 営業の中でも事例を作ってるんですけども、商談前リサーチのタイミングでも同じような形で事例を作ったりします。今、シートの複製が完了して、データの書き込みが行われているので、最終フェーズです。結果サマリというものが出てきましたね。ここからこのようにやると、実際こういうシートの中で部門の説明が書かれている形です。直近こういうプレスリリースありましたよねとか、会話しやすいじゃないですか、こっちの方が。単純にリサーチするだけではなくて、クライアントとのコミュニケーションの資料としても使えるっていうところが良いかなと。商談前に1行調べてっていうだけで、ここまでアウトプット出してくれると、商談もすごいスムーズに進みそうですね。そうですね。今度は先日 YouTube 動画撮影で使えるツールとして作らせていただいたものに関して改善していくってところをやりたいなと思います。今使われていて使いにくいポイントとか、もっとこうあったら良いなとかってあったりされますか？取得件数を増やしたいなっていうところでして、今って件数に上限があるような状態だと思うので、広げることができると嬉しいなと思ってます。わかりました。YouTube 動画、台本アプリ、リサーチ機能の競合動画の件数を増やすっていうところを依頼してみたいなと思います。今、スカットが呼ばれております。確認したこと50件、表示件数の許容を伝えます。ここに書いてあるような、リクワイメントアナリスト、アーキテクト、デベロッパー、レビュアーって形で、サブエージェントたちが呼ばれている構図になっています。これで今アウトプット物は完成したという感じですかね。そうです。このような形で簡単な改善とかはすぐにできたりするので、細かくこの要件ってこうですかって聞いて、スカットが質問されながら、クオリティ高い改善っていうのができるような形です。次は簡単な経理の方もできたらと思っております。今度はフリーと連携しながらデータを取ってくるっていうところをやりたいなと思います。直近の経費にかかっているコストを出して、これは今何をしてる最中なんですか？今フリーにアクセスして AI の方でそれに該当しそうなデータを取ってくるような形になってます。それぞれの仕分けが出てきたりしております。これってフリーの画面で確認するとかもできるんですけど、この画面で完結した方が楽じゃないですか。経営者が財務的なデータも確認しながらやれるっていうのは良い部分かなと思います。テキスト1行でこの請求書ってどうなってたっけとか確認できますし、過去とどう変わっているのかであったりとか、財務的な分析もフリーを通じて可能です。というわけで途中まででしたけどデモをお見せいたしました。こういった形でいろんなエージェントを業務に合う形で使っている形です。本当に全部連携してて、提案書の試算だったりとか、プライシングのアナリストが自社のデータベースを参照して計算してたりとか、本当にすごいですよね。今お見せしたのは本当に一部で、今こういう資料を作ってとかも AI にやらせていたりしますし、自分に合うエージェントを作っていくっていうところがビジネスマンにおいてはかなり重要になってくるポイントかなと思うので、ぜひ使ってみていただけると幸いです。この事業運営を実際に活用されてるってことですもんね。はい。効果って出てるんですか？雑務が簡単になったのが大きいですね。今までは AI にチャットで聞いたらチャットで返してくれるって世界だったのが、スプレッドシートに記載するであったりとか、ワード、エクセルにアウトプットが可能になってきているので、商談前にクライアントの情報をリサーチした結果をもとに、直近のプレスリリースでこうありましたよねとか、スプシに連携すれば確認できるじゃないですか。人と人との間で認識を揃えるための資料も AI 側で作ってくれるっていうところがすごく便利です。申し込み書もそうですし、請求書、見積書、すべて AI にこういう風に作ってって言ったらもう作ってくれると。もちろん契約書とかもひな形があってそれを更新するような形だったら、業務委託契約書とかも作れます。どの役割も全て AI が代わりにやってくれる時代になりつつありますね。提案書はかなり負荷が減りましたね、それで。どれくらいの業務量だったものがどれくらいに時間削減されたとかありますか？提案書は 2,3 時間から多くともっとかかってたりしたものが、最終仕上げるところは私がやるんですけど、それ含めても 4,50 分ぐらいではできるようになったりはするので、3分の1ぐらい減ってます。いや、すごいですね。というわけで AI エージェントで組織を作っていくデモをご覧いただきました。ポイントは3つあります。1つは役割ごとに専門のエージェントを作っていく。1体に全部やらせるわけじゃないっていう。2つ目は複雑なタスクにおいてはスカットっていうところを作ってそれを自動編成されるようにし、固定の組織じゃなくて仕事に合わせて最適なチームを編成しながら仕事を依頼していく。そうするとちょっと難しいような戦略の策定、提案書の作成、SEO 記事を作るとかっていうところに関してもクオリティが高いものが作れると。3つ目はですね、 AI と人間のハイブリッドでして、全部丸だけで完璧にものが作れるっていうところは複雑性が高い業務だとまだまだ難しいです。とはいえ過去の提案書とか学習させていくとどんどん賢くなってきます。人がどんどん AI に学ばせていきながら、人とコラボしながら最適なアウトプットを出していくっていうところが3つ目のポイントになってます。ここまで実用的なものになると思ってなかったので、ぜひ自分の会社でも取り入れさせてもらいたいなと思いました。ここまでで話した内容も本当一部だったりはしますので、ぜひこのままチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。